皆さんこんにちは。アイスインワンダーランドのアリスです。こんにちは、ルルです。アリス、これってブレンダーで作った 3D を AI でアニメにしたんだよね。そうなんですよ。ブレンダーでルルちゃんを歩かせて、背景の画像などを AI で作ってもらい、ブリンク AI でアニメの動画にしてもらっています。ブレンダーで動きを決めれば、その通りに AI で動画を作ってくれるのはわかるけど、そもそもブレンダーで歩く動画を作ること自体がすごく大変だよね。でもこれからはブレンダーの操作もクロードに任せられるようになったんです。言葉で作ってってお願いするだけ？そうなんです。今日はブレンダーとクロードを直接つなげていく方法を解説します。この動画を見れば誰でも言葉で指示するだけで 3D が作れるようになるってこと？はい、まさにその通り。初心者の方でも言葉で指示するだけでブレンダーで 3D オブジェクトを作成することができるんです。この動画で何がわかるの？この動画で紹介している内容は以下の通りです。ブレンダーおよびクロードアプリのインストールから MCP による連携の方法、ソネット 4.6 を用いて 3D オブジェクトを作る過程とその結果、そしてクロードの使用量はどのくらいか、オーパス 4.7 を使ってオブジェクトを作る過程と結果、ここではマテリアルをポリヘブンという外部サイトの API に直接関与してもらって 3D モデルに適用してもらった様子をお見せします。また、布を表現する物理演算、クロースシミュレーションが適用できるかどうか、美しいレンダリングと動画出力ができるか、ルルちゃんにミキサムのモーションをリターゲットできるか、そして最後は VRM にミキサムからワンクリックでリターゲティングできる拡張機能を作ります。そしてこの拡張機能はメンバーの方に無料配布する予定です。つまりこれからブレンダーを始める人でも難しいショートカットやたくさんの機能を覚えなくても大丈夫ということなの？そうです。これからは作業はすべて AI に任せて、私たちは映像ディレクターになればよいのです。それでは AI と 3D オブジェクトの世界を深掘りしましょう。 Let's deep dive! まず最初にブレンダーのインストールからですね。この機能を使うためにはブレンダー 5.1 以上が必要になります。現在一番最初の画面に出てくるのはバージョン 5.1.1 みたいだね。ではこの 5.1.1 の Windows 版をインストールしていきます。ダウンロードボタンを押すとブレンダーの exe ファイルがダウンロードされます。exe ファイルがダウンロードされたらダブルクリックでインストールすればいいんだね。その通りです。インストールはとても簡単です。exe ファイルをダブルクリックして進めていくだけ。NEXT をクリックしていって最後フィニッシュを押せば終了です。インストールが完了したら次はクロードアプリのインストールだよね。こちらも同じですね。インストーラーをダウンロードすると exe ファイルがダウンロードされます。そちらをダブルクリックしてインストールしてください。そして Google アカウントなどでログインしてくださいね。次にブレンダーとクロードをつなげていきましょう。まずブレンダーを立ち上げましょう。ブレンダー 5.1.1 をダブルクリックして起動します。このブレンダーの画面を初めて見ると項目の多さに圧倒されるね。今回は何も覚えなくて大丈夫ですよ。まず MCP のアドオンを入れていきます。 MCP って何のこと？ MCP モデルコンテキストプロトコールは AI が外部アプリと通信するための世界共通の翻訳ルールです。 AI はブレンダーの複雑な内部システムを直接操作することはできません。そこでこの MCP サーバーが AI とブレンダーの間に入って通訳、橋渡しをしてくれるんです。なるほど。2つの規格を自動で合わせてくれる USB コネクタのようなものね。はい。方法はブレンダーの MCP サーバーサイトに入ってドラッグ&ドロップ into ブレンダーというボタンをブレンダーの画面に投下するだけです。直感的だね。はい、わかりやすいですね。そうするとこのようなコメントが出ますので、チェック for updates のところだけチェックを入れて OK にします。ただ大事なことは、これではまだシステムの準備が行われるだけで MCP 自体は入らないため、再度ドラッグ&ドロップを行って本命の機能を導入する必要があるということですね。2回同じことを繰り返すんだね。確認のために左上のエディット、編集からプリファレンスを開きましょう。
その中にアドオンという項目があるので選択。検索窓に MCP と入れて、もしくは直接探して、この MCP にチェックが入っていることを確認しましょう。これでブレンダー側の設定は終わりです。次はクロード側の設定だね。はい。クロードのデスクトップアプリを開きましょう。左下の名前のところをクリックして、設定を選択します。その中のコネクターを選択。コネクターを参照を選択。検索のところにブレンダーと入力してください。そうするとブレンダーが出ますので選択します。このインストールを押せばいいんだね。その通りです。インストールを押せば準備は終了です。ボタンを押すと確認を求められますが、はいと答えて進みましょう。もしうまくいかない場合は、開発者の項目から設定を編集をクリック。クロードデスクトップコンフィグ JSON というファイルが出てくるので、そのファイルを開いて、このように記載してください。つながったら早速作業だね。私の可愛い部屋を作ろうよ。いいですね。始めていきましょう。まずはクロードソネットを使ってブレンダーの作業を行っていきます。チャットボックスに入って左下のプラスをクリックしてコネクターからブレンダーが選択されていることを確認しましょう。まずは接続はちゃんとできているかを確認しましょう。チャット欄にデフォルトキューブを消してモンキーを出してと入力します。お、一瞬でモンキーが出たね。接続できていますね。では続けていきましょう。チャット欄に可愛い女の子の部屋を作ってくださいと入力します。そんな簡単なプロンプトでいいの？あまり細かく注文しなくても吉田に考えてくれるはずですよ。ほう、なんか部屋っぽいものができてきたね。いやー、これもすごいですね。あっという間にたくさんのオブジェクトを並べてくれましたね。これ手動でやろうと思ったら結構大変なんですよ。配置はバラバラだけど、これだけの素材を一気に作ってくれて、光の調節や簡単なマテリアルもつけてくれたね。全体のオブジェクトの位置調整をお願いしてみましょう。ベッドがちゃんと重なったね。でも他の部分がずれちゃった。やはり構造を理解して調節するのはかなり高度な推論なんでしょうね。アリス、ちょっと気になったんだけど、これってクロードの使用量をすごく消費してるんじゃない？ちょっと見てみましょうか。クロードプルプランで現在セッションの 33% ですね。まあ思ったほどは多くないですがそれなりですね。ではこの後はクロードオーパス 4.7 で作業を行っていきましょう。でもオーパス使ったら使用量がやばくない？大丈夫です。この検証のためにマックスプランに加入します。アリス、またお金使うの？皆さんに紹介するためですからしょうがないんです。まあいいわ、続けましょう。ブレンダーを再起動したら MCP がオフになっていたので MCP をオンにして作業を始めます。なんか壁みたいのができてきたね。壁の下のところに少し出っ張りがあったりしてこだわりを感じるわ。家具がどんどん配置されてきましたね。先ほどのソネットと違って全ての家具が位置のずれなく綺麗に配置されています。可愛い部屋には絶対クマさんのぬいぐるみを置くんだね。そうですね。クマさんのぬいぐるみが好きですね。一通り終わったみたいなのでポリヘイブンでマテリアルを検索して見た目をリアルな感じにしてもらいましょう。ポリヘイブンは 3D モデルやマテリアルを無料でたくさんダウンロードできるサイトだよね。あれってアリスが自分でダウンロードしてこなくてもクロードが勝手に探してくれるの？そうなんですよ。有料のアドオンをブレンダーに入れなくても API を通じてクロードはちょうど良いものを探してきてそれぞれのオブジェクトに適用させてくれるはずです。わあ、一気にマテリアルがリッチになったね。床の木目調もすごくぴったり当てはまっている感じです。そうですね。拾ってきたマテリアルをオブジェクトを見ながらうまく適合させてくれているようです。さらにすごいのはいろんな角度からオブジェクトを見てちゃんと狙い通りの配置になっているかを確認してくれているところですね。次はカーテンにクロスシミュレーションという物理演算を加えてリアルなウェーブを作ろうという狙いだね。最初に出来上がったのはちょっとサイズが小さくてウェーブも控えめなカーテンでしたが自律的に修正してくれていますね。最終的にはかなりリアルなカーテンになったね。この後のベッドや壁との重なりも直してねと言ったら簡単に修正してくれたね。レンダリングまでして出来上がったのがこちらです。モデリングからレンダリングまでブレンダーの画面を一切触らずに
クロードと会話するだけでこれだけのものができたと考えると、これはすごいのではないでしょうか。これはすごいよアリス。計算には結構時間がかかってたけど、それでも自分で一からやろうと思ったらかなり大変な作業だけど、実際私たちがやったことって時々画面を見て指示を出したりお願いをしたりしただけだもんね。ほんとそうですよね。まだこれは始まりなので、あまり複雑なものとかは作れませんが、数年したらリアルな人物の 3D モデルなんかも全部 AI で作れてしまうかもしれませんね。次は本日の目玉、リターゲッティングだね。VRM 形式のルルをブレンダーで取り込んで、ミキサモの FBX ファイルと同じように動かそうという試みだよね。そうです。もう作業が始まっていますが、途中で形が崩れてしまったり、かなり計算は大変そうでした。ただ、いろいろと試行錯誤して、最終的には完璧にリターゲティングしてくれたよね。はい、今お見せしているのが完全にリターゲティングしたルルちゃんですが、AI のすごいところは、一度正解が分かったら、次からはすぐにその正解に向かっていけるシステムが作れるというところです。そこで、VRM とミキ様のターゲティングがワンボタンで行える拡張機能を作ってもらいました。これっていろんなところに拡張機能があるけど、どれも結構複雑で使いにくいんだよね。そうなんですよね。オートリグプロもこのブレンダーには入っているんですが、あれでさえ VRM のリターゲッティングって結構うまくいかなかったので、ほとんど使ってなかったんですよね。それがなんとこの AI が作った拡張機能は、大元のモデルをクリックして選択、次にターゲットをクリックして選択、そしてリターゲティングボタンを押すだけで完璧にモーションを映してくれます。そして最後はレンダリングです。カメラワークを使って部屋のベッドの上で足をバタバタさせているルルちゃんを撮影してもらいました。これがその動画になります。おお、ちゃんとカメラを動かして部屋の全体像からルルの正面像までの動画を作ってくれたね。ここまでのものが作れるというのは本当にびっくりですね。最後にブレンドシェイプも使ってルルの表情をにやりとしてくれているところも芸が細かい。あとこれはおまけですが、ジオメトリーノードを使って波打つ池のほとりに立っているルルちゃんと落ち葉が舞う夜の日本庭園ということで動画をレンダリングしてもらいました。まだ私たちブレンダーをクロードで操作し始めてからたった1日だよね。1日でルルの部屋からルルが街を歩いている景色、そして波打つ池とルルの夜景まで作れちゃったんだね。本当にすごいことだと思います。ただ一つ一つの作業は結構時間がかかるので、一応指示を出したらしばらくパソコンから離れて他の仕事をするというスタンスで作ることをお勧めします。修正を繰り返すとトークン数がかなり増えるので、そこも注意してね。冒頭にもお伝えしましたが、拡張機能の方は何らかのパッケージにしてメンバーの皆様に配布したいと思っています。おそらくこのような便利な拡張機能はたくさん作ることができると思うので、良いものができたら提供していきたいと思っています。また何か欲しい拡張機能があったらコメントくださいね。また私たちの動画では AI の新しい機能や AI 関連の世の中のニュースを取り上げています。知っておきたい知識などを紹介していくので、また遊びに来てね。チャンネル登録といいねボタンもお願いします。今日の動画はこれで終わりだね。さようなら、バイバイ。